皆さん、こんにちは。ゆずきゆかりです。今日はラジコン飛行機を飛ばそう。第3回、速度の変更の仕方をお送りします。前回、高度と速度と予告した記憶がありますが、あれは嘘です。思ったより長くなったので、分けることにしました。で、飛行機における速度の変更方法です。そうですね。例えば自転車に乗っていて、赤信号に遭遇したら、減速するためにブレーキをかけますよね。または、漕ぐのをやめますよね。でも、信号が青になったら漕ぐの大変ですよね。では、もしも、赤信号の手前が上り坂になっていて、ちょうど上り切ったところで、停止できたら楽だと思いませんか？そして、信号が青になったら、坂を下って加速すれば楽だと思いませんか？これができるのが飛行機です。では、模型を使って説明しましょう。さて、飛行機の世界では、操縦桿を手前に引きます。すると、飛行機は上り坂に突入します。上り坂では、運動エネルギーを位置エネルギーに変換できます。つまり、速度を失って、対価として高度を得ます。このままだと失速しますので、操縦桿を押して、水平に戻しましょう。では、今度は加速してみましょう。今度は操縦桿を押します。すると、飛行機は下り坂に突入します。ここでは、高度を失って、対価として速度を得ます。超過禁止速度に到達する前に、操縦桿を引いて水平に戻しましょう。さて、ここまでは簡単ですよね。ここから、錬金術の話が始まります。私は最初に、対価として高度を得る、と言いましたよね。そもそも、支払う速度に余裕がない場合、どうなるでしょうか？これは、速度という備え物が不足した分、高度も奪われます。少しの不足であれば生き残れますし、いろいろと捨てたい事情がある場合は、むしろ効果的とも言えます。しかし、真に不足した場合は、体を持っていかれるので注意してください。さて、最後に、備え物としての速度を意図的に不足させて、高度も同時に奪われるという、状況が必要となるシーンを見てみましょう。そう、着陸です。だから着陸は難しいのです。さて次回は、飛行機で高度を変更する方法です。続きが見たい方は、高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは、ゆずきゆかりがお送りしました。